山田涼子の横チャンネル。はじめまして、ロコチャンネルの山田涼子です。今回は業者製恋のプリマヴェーラ衣装について動画でまとめてみました。着用者は身長164センチぐらいの9号サイズ。以上はコミックランドのものを購入。肩幅だけ11号ぐらいあるので、XL を買って詰めています。では、まずは開封した衣装チェックから。シャツ、ちゃんと白のラインが入ってる。ベスト。ジャケット。このフリルもちゃんとある。パンツは横の金のラインがちゃんと入ってますね。で、シャツに装着していくリボン類、こんな感じ。ブローチは平らですね。では試着タイムです。シャツはちょっと腕周りの太さは気になるものの、丈とかは良さそう。パンツは一回り大きめなのでそこは置いといて、ジャケットは背中の腰のラインが気になりますね。で、ちょっと胸のリボンの太さが気になる。ブローチは置いといて、で、たすきが直線で作ってあるので体に沿わないのと、この留めてる部分の幅と合ってないのが気になりますね。収まりがやっぱ悪い。で、着たらこんな感じ。腰のリボンは太さが足りないのと金の線入ってないのが気になります。バッジをなんとか自分のイメージに近づけたいので改造していきたいのですが、真ん中のハートをキラキラさせたいので、こういう美醜的なものを乗っけようかなと思っております。こういう感じ。デコレーションシールを貼るのが良さそうな。どうだろう、もうちょっとみっちりついてる方が可愛いかな。ちょっとでかいな。真ん中のしたらいける？いけなくない？台から作った方がいいかもしれないですね。力自分で作った方が早そうです。これはこのまま先っぽだけ一旦外しましょう。これもなんかな、ゴールドの金具に本当はしたいな。後で。というわけで、こっちをベースにして作りますか。まずは型紙を、こういう左右対称っぽい形はフリーハンドだと私は作れないので、いらない紙で型紙を作ります。本当はもうちょっとハートが使うやつがこういう感じなんですけど、こういうちょっと横広気味のやつなんですけど、お許しいただきたい。このぐらいの感じかな。気持ち横に広がったらいいなって思うので、潰し気味に輪郭を取ります。で、ここにこのつぶつぶを貼っていきたいんですが、要はこの半球の真ん中にエッジが出てほしいので、この辺じゃないというとこ。なんかやっぱちょっと細長いんだよな。切りましたと。線に惑わされちゃうから乗っけてみて。で、こうなるのかな。ちなみにデフォのやつと比べるとこれだけサイズの差があります。ベースは扱いやすさを優先して厚紙使います。ボードだとちょっとふにゃふにゃしちゃうかなと思って。この形で土台を切り出します。では、こいつらを縁にぐるりと貼っていきますが、最高にめんどくさいけど、外したものを G ボンドで装着しようと思います。ね、これなんかでやったよね。ユーサニンジャじゃない？あれもなんかこういうことをした。とりあえずつぶつぶを何粒いるか確認するために、一旦並べていきます。すごくめんどくさいんですが、G ボンドで 2.5mm 幅ぐらいの糊の縁取りっていうんですかね、をします。乾かしてる間につぶつぶたち全部に同じように薄く G ボンドを塗っていきます。先にこっちに固定しておくというのも手か。よし、G ボンドが塗れた。乾いたらつけていきます。ちょっとハートがいびつ。ひとまずこれでいいかな。乗せるとちょっと上が理想通り収まらなかったのできついですが、こういう収まり方。この周りを気持ちグルーで持ち上げたいんですよね。取り付け用の金具、ここだけは先につけときます。ブローチはできるだけ上で留めた方が良い。どっちも糸だけで留めようとは思ってなくて、グルーで固定する前の仮留めでつけてます。この周りを少し埋めたいので、グルーで浅く埋めていきます。なみなみと入れる感じではないですね。
固まる前に全体にグルーをのせてインします。なんかちょっと思ったより滑らかにならなかったんで強引ですが溶かして表面をならします。すごい女児眼組がすごい油性ペンで塗っています。付属品と作ったものを比べるとこんな感じ。全然違うものができました。あとは金色に塗りたいところを塗ってパーツを合体させたらちょっとデコボコしてますが一応完成です。胸のリボンは作り直すことにしたので形を取るために一旦全部ばらします。それを型紙にして生地を切り出します。リボンが太さがもっと欲しくて、それが今4センチで6センチあったらいいなとサイズで切り出して中表にして縫い合わせてひっくり返します。重ねると同じサイズ。なので今度は金のバイアスを移動させていきます。余分な糸が出てるのがあんまり好きじゃなくて、できるだけ綺麗にしときます。おにぎり。フリルの先には装飾金具をつけます。胸元のリボンは幅の大きいリボン部分と首に回すための紐、このように見えるところだけ金色のテープを貼ったりして作ってます。このひらひらは元の形と同じように切って折って作りました。手縫いでモチーフを縫い付けるときは100均で買った透明のミシン糸を使っています。3パーツが合体できたら完成。ジャケットに直接当ててなんとなくで型紙を作ります。たすきを自分で作るのは初めてな気がするのですが4枚まとめてきています。そう、縫い代をつけてないんだった。大体でいいやって思うんですけど、ちゃんと型紙の段階で縫い代も書くといいですね、本当はね。このカッティングマットとロータリーカッターとメモリーと滑り止めがついた定規を買ってからだいぶ裁断が嫌じゃなくなりました。裁断作業って布が逃げるし動くし全然正確に写せないじゃんって思ってたんですけど、3点セットを買ってから下手くそなりにそこまでずれることがなくなって、ちなみに重りは100均の文鎮使ってます。裏に真珠を貼っていきます。実際に当てながらこうして切って修正します。真珠が貼れたら中表にして縫い合わせます。たすきは太めなので指でもひっくり返せる。アイロン前だけどこれだけ太くなりました。元のたすきから金色のテープをひっぺがして新しく作ったたすきにつけたら完成です。腰のリボンを改造していきます。ブローチの台グルーで留めてあるので一旦ひっぺがします。できるだけ元のものを使いたいという気持ちでリボン自体はこのまま使います。他の部分を使う布がどれもちょっとずつ違うクリーム色なんですね。この間になるような色のサテンリボンで改造していきます。何を直したいかっていうと金のライン入れるのと蝶結びの部分だけ太くしたいんですね。結構太くしたい。このダイソーで買ってきたサテンのリボンを縫い付けちゃいたい。一回ばらします。こっちのヒラヒラしてる方は金のリボン足すだけにしましょう。で、このサテンも足したいのはこっちの蝶々の部分開きます。はっつける分を切ります。サテン切ったらケバケバしてきちゃうんで忘れないうちにさっと炙って端処理だけしておきます。金色のリボンですがこれは同じ業者さんの衣装で着ようと思って着なかったものからひっぺがしてきた金のバイアス。最近ちょっと合皮のロットが変わったっぽいですね。これめちゃめちゃ前のなんですけどこれが今回ついてきたやつでほらピカピカ具合が違う。新しいやつセミマットっていうのかな。でも色味は一緒なので星だからちょっと質感違うけどいいでしょう。で真ん中はちょっと細い線がいいんですけどちょうどいい色のやつがなくて太さはあるけど色が薄いこのダイソーメタリックリボン使います。見た感じ主張が薄いのでいいかなって。ベージュのリボンに金色のテープをミシンでくっつけていきます。白リボンの両端に金のリボン2種類を縫い付けてそれをさらに元のリボンに縫い付けていきます。めっちゃ太くなりました。かわいい。長い方のリボンも金色をつけていきます。派手になった。よし、通った。太くしたから通るか心配だったんですけどいけましたね。真ん中の位置合わせてこれでだいぶ華やかになったのでは。よし、あとは固定するだけ。これを針を通すと針が死んでしまいそうなので中はグルーで留めて最初にバッキバキにしてしまったブローチ台そのまま使おうと思います。これは G ボンド。よし、くっついたっぽい。腰のリボンができました。たら見えなくなっちゃう部分なので接中芯をリッパーで
できるだけ穴は小さい方が後で楽です。ただお袖をこうやって引き出してつまんで縫うから手のひらよりはこんぐらい開いてれば作業できるかなと思います。開けた後は裏側からこう引き出した袖にこっち側から腕を突っ込んで、手はね出せないからここら辺は結構塩梅見てやんなきゃいけないんですけど、肩の位置を合わせて二の腕と肘の位置に待ち針を止めます。動かしてみて問題ないかも確認して縫ったら綺麗な形になります。肩袖この辺が肘になるのでこんな感じで袖周りをいじるとややこしくなるので、根元から1センチ2センチぐらいはあんまり触らないようにして縫っていきます。で反対側も腕突っ込んでやってもいいんですけど、大体でさっき印つけたのと合わせて反対側も待ち針打って、背中が背筋じゃなくて左右のダーツの方を腰増やす方が形が綺麗になりそうです。腰んとこ正直このぐらいつまみたい気持ちなんですけど、そうするとさすがにガタガタになってしまうので、このダーツを増やして縫う。両脇のダーツを寄せたので真ん中もちょっとだけつまみます。これで3本爪に寄せました。もともとくっついてた位置だとこうなるので付け直します。はみ出てる糸とかは気がついた時に切っていきます。身ごろのダーツを調整して腰の飾りを付け直して上着は完成。パンツはいつも履いてみて実際につまんで内側を膝を曲げたりした状態で問題がないところまで待ち針で留めて、ここをミシンで縫います。ボタンはカフスとフロントだけ縁取りがあるのが良かったので変更しています。他は丸い金ボタンだったんでそのまま使ってます。今回もこんな感じで衣装を改造してみました。ちまちまと揚げ足取りみたいな直し方になっちゃってて、関係者の人が見てたら怒られそうだなって思うんですけど、自分好みにカスタムするとより衣装にも愛着が湧いて楽しいぞという動画でございます。これでなんと普通の投稿が14本目、それもこれも毎回見てコメントいいねくれたりとか反応があるから頑張って続けてこれたので、引き続きよろしくお願いいたします。ではまた次の動画で。